圧倒的ガソリンエンジン派の私ですが、最近はガソリン価格が不安定。これを機に電気自動車の勉強をしておこうと思って N 版 E を自腹レンタルしました。 N 版行ってきます。まずはタイトル回収。ガソリンと電気500円でどちらが長い距離走れるのかを同じ N 版で実燃費で比較してみます。ガソリンの N 版には500円分のガソリンを入れます。ガソリンは1リットル180円計算です。N 版 E には自宅で500円分の通常充電、電気代は一般的な家庭と同じで計算します。結果はガソリンの N 版が 42km、EV の N 版 E は 89km 走れます。これだけ見ると魅力的に見える EV ですが、現実そんな甘くはありません。家なら安く充電できても、高速のサービスエリアで充電しようものなら、500円で走れる距離はたったの 30km、ガソリンよりも割高になります。他にも、暖房を使うと燃費が悪化したり、条件によって結果が大きくあるので、その辺徹底検証していきますね。使い方次第では500円で 90km 近く走れる EV、単純な優劣ではなく、ガソリンと EV、それぞれの得意分野を探していきます。このチャンネルは私含めガソリン派が多いと思いますが、N 版の EV はぶっ刺さる人も多いと思うので、よかったら最後まで見ていってくださいね。N 版 E。今回勉強のために自腹レンタルしたのは N 版 E です。個人的に EV で一番気になっていたので借りてみました。簡単に車紹介します。バッテリー容量は軽自動車トップの 30kWh。粉ポタ電が 1kWh なので、これ30個分のバッテリー容量ってわけです。どでかいバッテリーを活かして積んでいるんですけど、ガソリン車と室内高は変わらないそうですよ。カタログ記載の航続距離は 245km。ちょうど満充電なのでチェックします。バッテリー満タン、航続距離173。おいホンダと言いたくなりますが、公式が謳う 245km っていうのは WLTC モードという理想の条件下で運転した場合なんです。実際は気温などいろんな条件で変動があるので、この後検証します。現在の外気温は18度、少し肌寒いので暖房をつけます。暖房を使うと航続距離は 163km に減りました。これが真冬だと 140km ぐらいまで減るそうです。環境や使い方によって航続距離が大きくあるので、 EV での長距離ドライブは慣れと経験が必要ですね。ということで、簡単に車紹介した後、実際に走って検証します。N 版 E です。N 版 E の新車価格は最安270万からです。EV は補助金が手厚いです。補助金全国一律58万。地域によってはさらに補助金があります。例えば東京ならさらに50万の補助金で合計108万。これなら乗り出し200万いかずに乗れそうですね。東京は資金潤沢だ。ここからは N 版の特徴です。助手席、後部座席は5秒で折りたためて簡単フルフラット。軽バン1の車内高。ピラーレスで乗り降り楽々。車内広々。車のど真ん中にある柱ぶった切って強度大丈夫かって心配になりますが、ピラーがない分ドアがめちゃくちゃ分厚くなっているので、側面衝突実験では軽自動車最高得点を取ってるんですよ。そしてここからは N 版 E の特徴。グリルに給電口2つ、通常充電と高速充電。バッテリー重量を支えるためにガソリンモデルよりもホイールが1インチ大きくなったそうです。素人の私には違いがわかりません。N 版 E の内装デザインはまるでコンテナのよう。これは可愛い。そして内装はシンプル実用的。これでいいんです。シフト操作がボタン式。パワーウィンドウのスイッチが真ん中に移設されて、ドアパネルの内張りすっきり。N 版 E の素晴らしいポイントなんですけど、外部給電器を使えばバッテリーから電源を取れます。30kWh とかいう規格外なポタ電が積んであるイメージで、クーラーも一晩中使えます。釣りや車中泊、キャンプ好きにはたまらない機能ですよね。ベースは軽貨物、荷室広々なので、釣り具やキャンプ道具も楽々積めます。余談ですが、N 版 E には幻のグレード G が存在します。バンパーは無塗装樹脂、運転席以外全部取っ払って完全一人乗りにしたガチ仕様。これはリースでしか契約できないようですが、ぜひ市販化してくれ。ということで本題。まずは私のヨットでの使い勝手を検証します。旅は県外、最低でも 100km は運転するので、現在地から 100km の地点を目的地とします。ということで、目的地は佐野サービスエリアに設定して、佐野ラーメン食べて帰るプランです。往復 200km になるので、途中で充電する手間も体験しながら検証していきますね。車内は少し肌寒いので、電気はケチらず暖房をつけて走行します。バッテリー満タン、航続可能距離は 163km になっています。
行ってきます。初めて EV に乗りましたが、本当に静か。ガソリンとは違った楽しさがあります。EV といえば、発進から最大トルク発揮で、ラジコンみたいな加速するイメージだったんですけど、結構マイルド。ベースは商用車なので、荷崩れしないように加速がマイルドになっているようです。それでも加速十分。感覚としては N 版ターボと同じぐらいスイスイ走ってくれて、それでいて静かです。とはいえ元は N 版、癖なく運転しやすいですよ。N 版 E、街乗り100点。心配だった高速は全く問題ありませんでした。東北道の120キロ区間も余裕、追い越しも問題ありません。床下のバッテリーが重いからなのか、120キロ巡航でも安定性抜群でした。何のストレスもありませんでしたよ。N 版 E、高速100点。そして不安なのは EV 充電スポットの数。全国の主要高速道路では長くても50キロごとに充電スポットが設置されているようです。東北道を走っていても特に不安を感じることはありませんでしたよ。ということで、無事100キロ地点、栃木県の佐野サービスエリアに到着です。普段見向きもしない EV スポットを探してうろつきます。充電スポットを発見しました。今日は平日なのでいいですが、休日のピーク時は充電待ちが起こるそうです。高速使って長距離移動するときはしっかりと走行計画を立てないといけませんね。佐野サービスエリア到着しました。ご飯食べに行ってきます。暖房を控えめに使いながら93キロ走行して、バッテリーは半分消費してました。出発時、航続可能距離163キロだったのが85キロになってました。メーター規制の予測よりも長く走れましたね。私が気になるのは充電の手間です。混雑防止のため、充電は1回30分までだそうです。そしてバッテリー保護のため、高速充電で充電できるのは 80% まで。80% まで充電したらそのまま出発するのが一般的なんだそうです。この N 版なら30分あれば 80% まで充電できそうなので、80% になったらそのまま出発します。よし。充電中の30分はしっかり休憩して時間潰してきますね。腹が減ったよ。ラーメン楽しみ。まずは目的の佐野ラーメンです。薄味でさっぱり、美味しいですよ。まだ少し時間があります。ラーメンの後はもちろんソフトクリーム。これが幸せなんです。美味しい。充電待ちの30分は長いのかなって思ってましたが、現地の美味しいもの食べてたら案外あっという間でした。これぐらいなら休憩にもなるし、ちょうどいいのかもしれません。今回レンタカーなのでお金はかかりませんが、サービスエリアの急速充電は本来30分で1500円から2500円ほどだそうです。ここで改めて500円で走れる距離を計算してみます。急速充電の場合で計算すると N 版 E が500円で走れる距離は30キロ、ガソリンよりも割高、自宅の普通充電の3分の1ぐらいの計算になるようです。ただ、高速の充電スポットは割高なので、イオンなどの割安な充電スポットを使えば結果は変わると思います。他にも EV の充電にはいろんなサブスクがあるので、ライフスタイルに合ったサービスを使えばお得に乗れそうですね。まとめると、自宅の普通充電ならガソリンよりも圧倒的に安くて、外で充電する場合はガソリンよりも割高になるって感じですかね。自宅充電で賄える範囲で日常使いするなら EV 強い。これは勉強になりました。ということでまとめます。まずは EV のいいところ。自宅に充電設備があって、日常の買い物や通勤に使うなら最強。用途によっては超便利。走行性能めっちゃいい。静かでスムーズに乗りやすい。外部給電素晴らしい。EV の膨大なバッテリーから車内に電気を持ってくれば、数日間家と同じように生活できますね。この魅力は車中泊ユーザーならわかるはず。次は気になるところです。環境や走行条件で航続距離が大きくあるので、長距離の旅に使うには不安。特に地方や山間部に行くときは心配です。休日の充電スポットの混雑具合が不安。ということで、私の使い方だと不安もありますが、日常の街乗りや近場のキャンプ場に行くぐらいなら素晴らしい選択肢になると思いますよ。ただ個人的には自宅に充電設備があるのは絶対条件だと思いました。
EV の進化は目まぐるしく、走行中に道路から給電する仕組みも研究されているそうです。すでに千葉県で実験が始まっているそうですよ。こんな夢のようなインフラが整ったら EV のあり方も劇的に変わりそうですね。EV に対しての評価がすごく高くなりましたが、これはあくまで素人が1日借りた経験で作った動画です。実際に乗っているユーザーさんがいたら EV のメリットやデメリットを共有してもらえると嬉しいです。ということで到着です。あとは充電して帰ります。今回は私の EV 勉強会でしたが、最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたねー。